今回は、デュエルマスターズの裁定変更によって、環境をぶっ壊す可能性を持ってしまったカードを、独断と偏見で10選紹介していきます。2021年の3月にゲームルールの変更に伴い、クリーチャーの再構築についての裁定が変更されました。今までは一番上のカードがバトルゾーンを離れるとき、その下にあったカードが適正な進化元ではない場合、バトルゾーンから墓地に置かれていたのですが、新裁定では、下にあるカードが適正な状態に再構築され、バトルゾーンに残れるようになってしまったのです。これによって強力なルール追加効果を持つ、進化クリーチャーを進化元にして出したクリーチャーを退化させ、マナコスト等を無視してゲーム序盤に召喚することで、一気にゲーム終了まで持っていけます。今後またルールの変更や、新カードの追加で、大きく環境が変わるかもしれませんが、現環境を支配している、アナカラー、ドロマー、ネクロ系のデッキのキーカード、となっているコンボパーツカードや、今までも十分強かったけど、さらに強くなってしまい、序盤に出てきただけでサレンダーしたくなるような、大型クリーチャーたちとのアラカルトで10選を、解説していきたいと思います。TM32 で登場した、闇の進化クリーチャーです。1コストで墓地進化が可能で、闇文明が入る。デッキには大体入っていると言っても、過言ではないくらい見る気がします。1コストという軽量クリーチャーでありながら、進化元を墓地から選べるので、ナスロチャ島、デッキから任意のカードを墓地に落とせるカードと、組み合わせて序盤から高コスト進化クリーチャーを、簡単に出せるので、どの進化クリーチャーよりも、手軽に起点となるこのカードが一番のぶっ壊れと、言わざるを得ないです。今回のレギュレーションで、選ばれなかったのが不思議なくらいです。TMR15 で登場した水の ST 呪文で、今紹介したデスマーチと組んで、悪いことしかしません。というのも、場のクリーチャー等の指定がなく、6コスト以下のカードをバウンスするという、テキストのおかげでクロスギアや白、封印まで、外せてしまうという万能カードなため、容易に、デスマーチ等の進化クリーチャーを剥がして、進化元の壊れカードを場に出せてしまうのです。しかもこのカード、たったの3コストなんです。某テレビショッピングも驚愕の安さです。ST ということで防御面の強化もしつつ、軽さも相まって、ゲーム序盤からコンボを決めることができるのです。また、単体の性能としても、バトル時に相手のクリーチャーのパワーをマイナス4000することができ、序盤の除去兼アタッカーとしても割と優秀な点、そしてブロッカーであり、進化クリーチャーということで、疑似的な1コストのスピードアタッカーとしても使え、非常に汎用性の高い1枚となっています。TMX12 で登場した進化 GV のクリーチャーです。丸学生が考えたレベルのロマンあふれるこのカードは、悪魔神王バルカディアスとボルシャックネックスを、合体させたようなクリーチャーで、呪文封殺能力と、アタック時に除去&デッキからコスト踏み倒して、クリーチャーを追加召喚できてしまうという、出てきたらほぼ負けを覚悟するクリーチャーです。エンジェル、デーモン、ドラゴンいずれかのコマンド、3体が進化元として必要なためバランスとしては良い、はずだったんですが、昨今のゲーム環境で、律儀に3体揃えて進化させている状況を、あまり見たことがありません。ぶっちゃけ15マナという、高いコストも、もはや意味をなしていないレベルで、いかにコストを踏み倒して素早くバトルゾーンに、出せるかの勝負になっています。出せた方はめっちゃ気持ちが良いんですけどね。最重量級クリーチャーをドーンと出して一気に勝ちみたいな、相手の悲鳴が心地よいのです。やりすぎると友達をなくすこと間違いなしですが。お次はバルカディアネックスのお供で毎回出てくるこのカード。DMEX15 で登場した水闇自然。文明のカードで、11コストと重いクリーチャーですが、その分効果もエグく、相手クリーチャーの能力の代わりに、自分が使えてしまうという能力です。すでに呪文をバルカディアネックスで封じている状態で、このカードが場にいると、ST10 や忍者ストライク等、ありとあらゆる場に出た時効果を持つクリーチャーを、無効化できてしまうので、相手はなすすべなく、ゲーム序盤で負けを認めざるを得なくなります。対抗策としてクロップ等がいますが焼け石に水です。焼け野原状態でマナを1枚貯めて終わり、みたいな、友達は大事にしましょうね。TM11 で登場したワイルドベジーズで、おそらく進化クリーチャーを退化させる意図で作られた、最初のカードではないでしょうか。落城の系と違い、7コスト以上のクリーチャーにも、対応していて、クリーチャーなため呪文メタにも、
ある程度対応できるという点、そして ST10 ということで、相手の進化クリーチャーを相手ターンに、剥がせるということで防御面でも活躍することがあり、お守り剣、落城の剣の保険としてデッキに、組み込まれることが多いようです。新裁定によって前線に出られるようになった、数少ない1枚ですが、注意しなければいけないのが、ミラーになった場合や、普通に強いクリーチャーを、進化元に戦うデッキとは相性が良くありません。相手のデスパペットの下にいる巨大クリーチャーを、ミスタダで場に出させてしまうだけになったり、退化させても十分強くて抑止力にならなかったりと、爆発力がある分、少し扱いづらいという点は否めません。とはいえ、保険としては十分すぎる1枚ということで、今回選定させていただきました。冒頭で紹介したデスマーチと同じ段で登場した、2コストの進化クリーチャーで、使い方もほぼ同じ、対価コンボの成功率を上げるための重要なカードとして、多くの対価デッキに入れられています。差別化としてはデスマーチと違いパワーがあるので、ローズキャッスルなどでメタられていても問題なく、着地できるのが利点です。また、絵の煽り要素も高く、はい、ゴワルスキーと言いながら相手を指さして、墓地対価コンボを決めている丸学生を見かけて、殺意を覚えたのは言うまでもありません。バルカディアネックスと同じタイミングで登場した、10コストの光闇文明のクリーチャーで、相手は呪文を唱えられなくなる効果と、出た時にバトルゾーンのエンジェル、デーモン、コマンド以外のクリーチャーを全て破壊しつつ、マナゾーンにある呪文を全て手札に戻すという、疑似ランデス効果まで持っている凶悪カードです。呪文構成の多い現環境のデッキにはかなり、刺さる効果となっています。バルカディアネックスなどの展開系カードがシールドに、埋まってしまった場合の保険的な立ち位置の、このカードですが、ゲーム序盤に出てきてしまえば、相手からしたら大差ないくらいには制圧力の高い、1枚なので、仮にバルカディアネックスなどが縦落ちしていて、しぶしぶ出すにしても顔には出さないようにしましょう。引っ叩かれる可能性があります。DMRP13 で登場したジャイアントドラゴンで、コスト12の大型クリーチャーです。出た時に疑似ハンデスで相手の手札をすべて、マナゾーン送りにする効果と、自分より攻撃力が、低いクリーチャーから殴り返されない効果を、持っている制圧力トップクラスのこのカードを、序盤から出されては相手もすぐに戦意喪失です。相手のマナは増えてしまうものの、常にトップデッキ勝負を強制できるので、間違いなく、友達に嫌われるカードの1枚です。クリーチャーの重厚感といい、ファンも多い1枚です。可愛いバージョンもあり、こちらの方が高値ですが、可愛いは正義です。異論は認めません。DMRP15 で登場した水闇文明クリーチャーで、コスト5以下のクリーチャーの能力と、呪文を無視するというチート能力を持っています。登場時から、軽量クリーチャーを4体並べて出すといった形で召喚したり、連ドラや天文デッキにも多く採用されていましたが、より5コスト以下が刺さる序盤に出せることから今回選ばれました。呪文も効かず、戦闘での破壊もできない。しかも相手のシールドを好きなだけブレイクできる。いじめっ子が好きそうな効果まで持っています。無駄に1枚だけシールドを残してあげて、ちょっとだけ希望を持たせた後にさらに墓地対価で、凶悪クリーチャーを並べて殴りプレイをしてきた人は、実施してください。まだ間に合います。最後に紹介するのは DMX24 でやっと登場したモナーク様。実は DM1、初期の段階から名前だけ、フレーバーテキスト内で登場しており有名な、暗黒騎士ザガーンのテキストでは、つまらん。やつを戦場に出したら、一方的に勝つに決まっている。乱暴中ゼリーワームの、良いワームは好き嫌いをしないものだ。など、合計6枚ものカードに登場しています。また、モナークは一族の名前なのか、バロムやデスモナークなども存在し、その家系は多岐にわたっています。今後モナークの家系解説なども、もし興味がある方がいればしていこうかと思っている次第です。カードの能力はというと、アタック時効果で、墓地から闇の進化ではないクリーチャーと、進化でも関係なく闇のクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出せる、という強力な能力を持っています。進化ではないクリーチャーを2体無条件で出すでも良いし、最初に出したクリーチャーに進化させて、使うこともできるので、場に出た時効果を持つ、クリーチャーたちと非常に相性が良いのも、採用される理由の一つです。いかがでしたでしょうか？今回は新裁定によって進化元がバトルゾーンに、
再構築という形で残ることを利用したコスト踏み倒し、デッキの主力カードをメインに紹介してきました。どうして水と闇文明は毎回悪いことばっかりするんでしょうかね。気文明もマナ操作や加速などで助長していますし、どうにかしないと、他の文明のデッキが、軒並み死んでいきます。ボルバルザーク一強だった時代に近しい、お手軽安定早いが、揃ってしまっているので、次回のレギュレーションに、期待するばかりです。とはいえ、今まであまり光を浴びてこなかった進化クリーチャーに再度、デッキビルダーのチェックが入る良い機会にはなったかもしれません。今回は、サムネにもなっている墓地大化をテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。